次に先生がいらっしゃるのは4日後の月曜日ですから、私38ページまで予習しておけばいいんですよね。わかりました。じゃあ先生、お母さんリビングで待ってますって。今日もありがとうございました。お疲れ様でした。今日はいかがでしたか？先生にそう言われると安心できます。音羽ちゃん、先生からご指導を受けるようになって心なしか前より学校であったこととか私に話をしてくれますし、勝手な思い込みかもしれませんけど、せっかくですから冷たい麦茶でも。わかりました。無理にお引き止めしてもご迷惑でしょうから、次回いらっしゃった時はゆっくりしていってください。お気をつけて。多分。すみません。それでは来週の月曜日またお待ちしてます。
まだやめないの？私、まだやめないのかって聞いたの。この家には関わらない方がいいわ。前にもそう言ったでしょ。私、あなたのためを思って言ってるのに。後でどうなっても知らないわよ。バスの中で見かけて一目惚れしちゃったんですけど、よかったら私と深く付き合ってもらえませんか？へへ。驚いた？一瞬ときめいたでしょ。それってどういう意味だよ。引っ張るな。そういうところはやたら気にしいなんだから。バーガーショップは定休日です。私だけ特別に定休日です。簡単に言えばそういうこと。看板娘だから心配ありません。だって本当のことだもん。もちろんたっくんをナンパしに来ました。思いがけない出来事にたっくんは大喜び。1時間ぐらい前からかな。はは、お褒めの言葉をありがとうございます。それだけたっくんに会いたくなっちゃったってことかもね。別にいいよ、私もそうじゃないかと思って。2人分あるぞ。ついでに私着替えも持ってきた。たっくんのお家に行くの1週間ぶりなんだから。なんだかノリが悪いな。その仏頂面を一瞬でほころばせてあげよっか。たっくんの牛丼だけ特盛りです。あれ、あんまりほころばなかったね。ちょっとわざとらしいけど、まあ、いっか。今日の私はご機嫌だから特別に許してあげる。相変わらずこの時間は混んでるね。なんだか元気がないな。嫌なことでもあったの？文句って？
誰に？ああ、フリーで宝飾デザインをしてるっていう？確か前の奥さんの妹さんなんだよね。まあ乙葉ちゃんから見ればおばさんに当たるわけだし、いろいろと事情があるんじゃないの？そこまで意味嫌うなんて珍しい。よっぽどたっくんとは相性が悪いんだ。きっと嫌がらせをしたいお年頃なんだよ。もしかしたら重度の更年期障害だったりして。とにかく今日はたっくんにとって楽しい一日じゃなかったってわけか。何？単純だな。たっくん前にスタイルがいいって褒めてたもんね。乙葉ちゃん。ちなみに私も今日はミニスカートなんだけど。じゃあ乙葉ちゃんと私とどっちの足が綺麗？